今日は指定した楽器だけの曲を作るアドステム生成について解説するよ。最初に言っておくと、アドステムはスタジオのカスタム生成とほぼ同じだよ。スタジオと同様にプレミア限定の機能みたいだから、その点は注意してね。リミックスボタンを押した時の UI は最近いろいろとアップデートされて、現在では下の画面のようになってるね。整理されて分かりやすくなったと思う。この UI は基本的には既存の機能を見やすく並べ替えただけなんだけど、少しだけ新しい要素があったり、少しだけ仕様が変わったりもしているよ。今回の動画ではその中の一つであるアドステムについて解説していくね。アドステムは選択した曲に新しい楽器パートを生成する機能だよ。アドステムを選択すると楽器名を入力できる欄が出てくる。例えばピアノと入力すると元の曲に合うピアノの音が生成されるよ。これは以前スタジオの動画で解説したカスタム生成と同じ挙動になる。ただスタジオには興味がなくて見てないという人もいると思うから、どんなデータが生成されるのか改めて実際の例を紹介しておくね。アドステム生成がどんな音を作るか、いろいろな例を聞いてもらったよ。アドステムは指定した楽器の音だけで元の曲を可能な限り再現しようとする。指定した楽器だけでカバーすると言い換えた方が分かりやすいかな。この元の曲を再現してしまう仕様はスタジオ内では大きな欠点なんだけど、スタジオを離れて考えると優秀で面白い機能だと思うな。アドステムはスタジオ生成と異なり歌詞入力も可能だという長所がある。ボーカルプラス指定した楽器だけの伴奏という曲が非常に作りやすいね。もう少し詳しく仕様を解説していこうか。楽器欄の使い方について説明するよ。楽器欄に楽器名を入力するとその楽器以外の要素が極端に弱まる。ピアノと入れたらピアノ以外のあらゆる楽器の要素が弱まるってこと。ただ他の楽器の要素は完全には消えない。他の要素によって復活することも多いよ。例えば音域のないドラムや音域が低すぎるベースなどを使うと元の曲のメロディーを再現できなくて他の楽器が使われる可能性が高くなる。歌詞を入れれば歌が必須になるから必ずボーカルが入ることになるし、スタイルにロックと入れればギターなどのロック系の楽器が加わる。インストゥルメント欄は楽器の要素を減らす、そんな動きをする入力欄だから、スタイル欄などで楽器の要素を増やすと効果がかなり薄れてしまうことになるね。
インストゥルメント欄には楽器名以外に音楽ジャンル名を入れても効果があるよ。例えばロックと入れるとギターとベース、ドラムだけの楽器が演奏される。でもそれってスタイル欄にロックと入れた時と何も変わりがないよね。インストゥルメント欄は普通の曲にはない。変わった楽器編成を作れるのが強み。だから定番の楽器編成要素が入る。ジャンル名を入れるのは向いてないかな。インストゥルメント欄の解説はこれで終わり。でもアドステムの魅力はもう一つあるよ。それは元の曲の再現性が非常に高いこと。曲の構成、キー、BPM などをほぼ再現する。例えば10秒未満の短い音のデータ。これを素材にしてアドステムすると、生成される音も10秒未満になるよ。マッシュアップなどとは大きく違う点だね。では短い音データを素材にして、アドステムで長い曲を作る方法はあるのか。一つは元の音データを長くすること。コピーペーストを繰り返せば長くできるね。もう一つは歌詞欄を使って強制的に曲を長くしてしまう方法。ボーカルがあれば歌詞が終わるまで。基本的に曲が終わることはないし、インスト曲でもバースなどを使ってセクションを増やせば長さは確保できるよ。この2つの方法を使って試しに5拍子を作ってみようか。いつも5拍子を作ってる気がするけど、私が大好きなんだから仕方ないね。アドステムは元データを強く再現しつつ、元の音を消せる面白い性質がある。元データの BPM、拍子やキーなどを再現しつつ元の音は消せるわけだね。面白い音を素材にして曲を作る。マッシュアップとは正反対の使い方になるよ。元データの音が短いほど元データの音は消しやすくなる。先ほどの例ではインスト曲の方は全部10秒間の元データを使用した。だからドラムが元データと変わったり、そもそもドラムを消したりできたね。一方で元データの音が短いほど再現力が弱まるという問題もある。今回の例で言うと10秒間のデータではボーカル曲を5拍子にはできなかったよ。コピーで2分間に伸ばしたデータならボーカル曲も5拍子にできたけど、代わりに元データの音が強く残る。先ほどの実例で聞いてもらった通りだね。最後に無音のデータを素材にするとどうなるかを簡単に説明しておくよ。無音のデータをアドステムの素材にするとスノが自由に曲を生成するよ。インストゥルメント欄を使って自由に曲を作る。そんな時は無音を素材にするといいね。ただ無音のデータでも曲の長さだけは再現されてしまうので注意が必要。1分間の無音データを素材にすると生成される曲もほぼ1分間になるよ。これは注意すべき点でもあるけど、うまく利用できそうな仕様でもあるね。動画の説明欄にいろいろな長さの無音データのリンクを貼っておくよ。興味があればそのデータを使ってアドステム生成を試してみてね。最後にクレジットについて触れておくよ。アドステムはスタジオ生成と同じになる。30秒未満なら2曲4クレジット、30秒以上なら2曲10クレジットになるよ。この秒数は元データの秒数のことで、
生成された曲の秒数とは無関係だよ。つまり15秒の無音データを素材にして無理やり2分や3分の曲を作ってもクレジットは2曲4クレジットになる。現在はそういう仕様になってるね。これはちょっと問題がありそうだからいずれ修正されるかもしれないね。それじゃまたね。